球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はニュージェネ以降の作品で大出世した昭和怪獣5選ということで、例えばゼットンとかレッドキングとかキングジョーみたいに登場してからずーっとスター怪獣として君臨し続けている怪獣っているじゃないですか。今回紹介する昭和怪獣たちは昔からのファンは当然知ってはいたんですけど、超有名とは言えないようなポジションにもともといて、近年の作品で有名怪獣の仲間入りを果たしたような、そういう怪獣たちです。50歳を超えてから M1 グランプリで優勝したお笑い芸人の錦鯉さんみたいな遅咲きの昭和怪獣たち、ウルトラ怪獣界の錦鯉を紹介していこうと思います。はい、ではまず1体目の昭和怪獣がこちら、深海怪獣グビラ。初代マイナー怪獣選手権の動画でもちらっと触れたと思うんですけど、本当に出世した怪獣のうちの1体だと思います。もともとはウルトラマンの第24話に登場した怪獣なんですけど、ウルトラマンを倒したわけでも登場した回がめちゃめちゃ有名な回とかいうわけでもなくて、それ以降昭和シリーズに登場することもなかったので、平成の終盤くらいまで普通にマイナー寄りの怪獣でした。それまでのグビラの印象なんて、ウルトラマンの八つ咲き降臨をドリルでくるんってやって跳ね返したよね、可愛いよねぐらいの感じですよ。それで久しぶりにちゃんとがっつりと映像作品に出たのが2012年のウルトラマンサーガなんですよ。2012年なんておじさんからしたらつい最近ですよ。そこからこれでもかっていうぐらいの怒涛の鬼出演で、X、オーブ、ジード、ルーブ、トリガー、そしてシンガポールの新たな力にも登場して、今やメジャー怪獣ですよね、もはや。大出世です。はい、では2体目は大アリ鳥獣アリブンタ。アリブンタもニュージェネ以降の作品で出世した怪獣というか鳥獣だと思います。もともとウルトラマンエースの第5話に登場した鳥獣なんですけど、鳥獣自体が昭和1期のスター怪獣に比べたらどちらかというとマイナー寄りの存在なのに加えて、その中でもバキシムとかベロクロンみたいな有名鳥獣でもなかったアリブンタが今では鳥獣界トップレベルの知名度になっていると思います。エースに登場して以降、ウルトラ銀河伝説を除いて再登場とかも一切なくて、ニュージェネ作品に登場したのはなんと43年後のウルトラファイトビクトリーなんですよね。43年ですよ。そこからオーブ、ルーブ、タイガと43年は一体何だったんだと言わんばかりの怒涛の出演ラッシュがあって今に至ります。まあもちろんもともとかなり強い鳥獣でもあったりソフビ化もされていたので、昔からのファンは当然知っていたとは思うんですけど、確実にニュージェネ以降知名度は上がったと思います。続いて3体目は地底怪獣パゴス。パゴスもかなり知名度に振れ幅がある怪獣だと思います。もともとはウルトラ Q の第18話に登場した怪獣なんですけど、ウルトラ銀河伝説を除くとなんと再登場はウルトラマンタイガです。タイガまで飛びます。タイガなんてつい最近ですよね。実に53年ぶりの再登場で、ウルトラ Q のリアタイ世代の方でさえ存在を忘れていた方いらっしゃると思うんですよね。そこからウルトラマン Z に2回登場して、トリガーにも登場して、さらには今話題の新ウルトラマンにまで登場して大出世を果たしています。まあ出世というか再認知という感じですよね。しかもこのパゴスはウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンマックスとなんと過去3回も再登場が検討されていたにもかかわらず実現には至らなかった怪獣なので、そういう意味でも本当に念願の再登場でしたね。再登場前と現在と比べて5体の中でもかなり知名度に振れ幅がある怪獣だと思います。続いて4体目は4次元怪獣ブルト。ウルトラマンの第17話に初登場した怪獣で、その独特な見た目と厄介な能力が特徴的だったのに加えて、ファイティングエボリューションという有名なゲームに出てきたり、平成でも大怪獣バトルに登場したりしていたので、他の4体よりはそこまでゴリゴリのマイナー怪獣だったかというと、そうでもなかったように個人的には思います。とはいえ超メジャーなスター怪獣かと言われたらそうでもないし、昭和シリーズでの再登場もしていなくて、まだソフビにもなっていなくて、大怪獣バトルに再登場した時も41年ぶりでした。そこからさらに13年も経ってからウルトラマン Z に再登場を果たして、ウルトラマントリガーにも登場しています。しかも Z では2回も登場して第1話でかなり重要な役割を果たしていたり、2回目の登場の第14話ではウルトラマン Z ガンマフューチャーとのハイレベルな戦いを繰り広げたりと、かなりインパクト強かったですよね。
再登場の回数じゃなくて、その内容のインパクトでぐっと知名度を上げたニュージェネ以降の作品で出世したと言ってもいい怪獣だと思います。はい、それでは最後、いよいよ最後なんですけど、もうみんな分かってるよね。そうだね、セブンガーだね。はい、セブンガーですね。もともとはウルトラマンレオの第34話に登場していた怪獣ボールセブンガーです。ウルトラマン Z には特空機1号セブンガーとして再登場していますね。5体の中でダントツで再登場前と今とで知名度に差があるキャラだと思います。これ発表された当時本当に衝撃で、まさかでしたよね。当時のセブンガーなんて文句なしのマイナーで、結構なウルトラ好きしか知らなかったと思います。 Z で初めてセブンガーのことを知ったという人も結構多かったんじゃないかと思います。ウルトラマンレオの最強怪獣ランキングの動画見てほしいんですけど、そこでも言ってますけど、セブンガーがレオに出てきた時は正直レオよりも強かったと思います。ただし1分間だけなんですよね。1分しか活動できないんですよ。だからもともとインパクトはあったし、知ってる人は知っているキャラではあったんですけど、レオに1話だけ出てきて、それ以降一切どの作品にも登場していないキャラだったので、本当に Z で大出世しましたね。Z に登場してからは本家のような圧倒的な強さこそないものの、皆さんご存知の通りストレイジのみんなと Z とハルキと一緒に素晴らしい活躍を見せてくれて、みんなから愛されるスターに上り詰めましたよね。ウルトラ怪獣界の錦鯉1グランプリがもしあったら優勝はセブンガーでしょうね。こんな感じで5体紹介してきましたけど、他にもシャドウ星人とかフック星人とか星人系でもたくさん知名度上げたのいますし、まだまだこれから出世する怪獣たち出てくると思いますので楽しみですね。できれば平成の怪獣たちももう少しバランスよく押していただけるとありがたいですけど、まあこの昭和怪獣たちのように人生何が起こるかわからないので、いろいろ大変ですけど諦めずに頑張って生きていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。